2008年6月8日、東京都の秋葉原。午後12時半を過ぎた秋葉原は日曜のお昼ということもあり、たくさんの人でごった返していました。しかし突如、そんな秋葉原の交差点に無数の悲鳴が響き渡ります。なんと赤信号を無視した2トントラックが交差点に突っ込んできたんです。トラックはその暴力的な巨体で何人かの歩行者を跳ねながら暴走し、そのまま対向車で信号待ちをしていたタクシーにぶつかり停止。あまりに突然の出来事に交差点は騒然とします。信号無視をしたトラックによる事故、誰もがそう思いました。そして停止したトラックから運転手の男が降りてきます。次に男が取った行動は被害者の救助や警察への通報ではなかったんです。トラックを降りた男は騒然とする歩行者へ近づいていき、ナイフで切りつけ始めたんです。日本国内に大きな衝撃を与えた秋葉原連続通り魔事件。犯人はなぜ無差別に罪なき人々を襲ってしまったのでしょうか。そこには史上最悪の通り魔を生んだある人物の存在があったんです。はい、どうも、韓国料理は、マッコリで締めます。ケンちゃんです。ヤミコです。まあね、このね、日曜の昼に混雑する交差点にね、突っ込んだトラックなんですが、ここからね、この悲劇はさらに展開を見せていくんですよね。まだなんかね、ではまず交差点にね、トラックがね、突っ込むまでの経緯からね、見ていきたいと思います。通り魔の童貞。秋葉原で惨劇が起こる日の午前中、一人の男が東京に向けて車を走らせていました。彼の名前は加藤智弘、静岡県在住の25歳の男性です。そうなんです、皆さん。この人物こそ、この後秋葉原であの惨劇を起こす張本人なんです。移動中、匿名掲示板に立ち上げたスレッドに何度も書き込みを繰り返しながら、彼はレンタルした2トントラックで東京へと向かっていました。東京へ行く目的はある恨みを晴らすためなんです。そしてこの恨み、当時隆盛を極めていたインターネット掲示板から発生したものだったんです。いやいや、なんでその掲示板で出てきた恨みがその通り魔事件につながっちゃうわけ？そもそもね、その掲示板とね、加藤の関係っていうのは結構ね、密接につながってるんですよね。まずはね、そこからね、見ていきましょう。彼にとってインターネット掲示板が並々ならぬ存在となったのは事件発生の年の2月のこと。この日、加藤は掲示板にとあるスレッドを立ち上げます。それはブサイクなせいで孤独な男を演じたスレッド。この設定で書き込まれた加藤の投稿が想像以上に掲示板で受けたんです。これを機にブサイクな孤独な男として彼は書き込みにのめり込んでいくんです。そして徐々にインターネット掲示板は加藤にとって趣味を超えたライフワークのような存在になっていったんです。今で言うね、追廃みたいなことっすよ。皆さん追廃って知ってます？もう結構ね、若い子的には死後かもしれない。知ってるんじゃないですか？さすがに知らないのかな。もともと面と向かって人と関わることが苦手な加藤。彼がネット掲示板にのめり込むにつれて徐々に周囲からは孤立し、すがるものが掲示板だけになっていったんです。なんかヤバそうな傾向が出てきてんじゃない？皆さんもね、経験あると思うんですけど、なんか大体生きててこう居場所が一つしかなくて、しかもそこがね、脅かされるってなると、結構不安な気持ちになっちゃいますよね。現実では孤立していても、ネット上では存在を認められている加藤はなんとか孤独を紛らわすことができたんです。しかしある人物の登場により、その足元は揺らいでいくんです。ネット掲示板に現れたのは加藤の偽物。なんと匿名の掲示板で加藤のキャラクターとして人気だったブサイクなせいで孤独な男を語る人物が現れたんです。現実で孤立し自分を語る唯一の存在ともいえるキャラクターが突如現れた不届きな偽物により奪われていったんです。なんかこんなに偽物にいきなりやられてきたらね、なんか自分のね、なんか全てが汚されたような気持ちになるのは分からんでもないですね。そしてこの出来事が加藤に大きな決意をさせたんです。それこそが大量殺人だったんです。意味わかんないの、さすがに。どういうこと？ネット上での自分の存在を脅かされた加藤にとって偽物の登場は命に関わるぐらいの出来事だったんです。そこで彼が考えたのが大きな事件を起こし報道されることだったんです。もうバカ、本当にこいつ。凶悪な犯罪者として事件が報道されれば偽物にも大きな精神的ダメージを負わせることができると考えたんです。加藤はこの決意をして準備を整えて大量の人を手にかけられる東京へと向かっていったんです。そして加藤が移動中に何度も書き込んでいたスレッドのタイトルは秋葉原で人を殺します。加藤は偽物への恨みを晴らすためにこれから実行する犯罪を掲示板で実況していたんです。怖っ。いや、めちゃくちゃね、自分の存在を示そうってしてるわよね、これね。そんな彼が行った投稿の一つがこちら。車で突っ込んで車が使えなくなったらナイフを使います。みんなさようなら。
彼はその犯行方法まで堂々と書き込んでいたんです。そうしているうちに徐々に近づいてくる目的地秋葉原、そして12時10分過ぎ、事件が起こる20分前、こんな投稿でスレッドは締められます。時間です。ここからネット上での憂さ晴らしを目的とした最悪の惨劇が始まるんです。まあね、このね、最悪の通り魔事件なんですけど、ネット上での恨みを晴らすためだけの事件だったんですよ。で、だとしてもちょっと理解が私は追いつかないわよ、これは。そしていよいよね、通り魔を乗せたトラックは秋葉原へ到着しました。その後ね、トラックはね、交差点へ突っ込んでいくんですが、本当の惨劇はその後に始まるんです。白昼の惨劇。全く無関係な人物への恨みを乗せ、秋葉原に到着した2トントラック。そして赤信号を無視し、車両は交差点へ突っ込んでいきました。しかしね、加藤は本当にやばくてですね、これだけでね、止まらなかったんです。やがて停車したトラックから降りてくる加藤。そしてその手に握られていたのはナイフだったんです。人で溢れる交差点に突っ込んだトラックに騒然とする現場。善意のある人は跳ねられた通行人を助けようと怪我人の元へ駆け寄っていったんです。この惨状を引き起こした本人に嫌顔でも注目が集まる中、男は手に握ったナイフを怪我人を助けようとした人に向けて躊躇なく切りつけたんです。トラック事故に加えてナイフで人が刺された現場はパニックになります。そしてパニックになっていたのは被害者だけではないんです。加藤はここからストッパーが外れたようになります。一人を刺した男は規制を上げながら交差点をかけていきます。そして振り回したナイフで次々と通行人を切りつけ、現場はまさに地獄絵図。交差点は血で赤く染まっていました。間もなく通報を受けた警察が現場に到着。ナイフを振り回し走っていた加藤を追跡。そのあまりにも目立つ犯行から加藤は間もなく警察に囲まれます。しかしおとなしく捕まろうとはしません。彼は警察官の防護服を切りつけるなど必死に抵抗をしたんです。しかし加藤はすでに警察に囲まれていて、警察はとうとう銃を取り出したんです。そして加藤に向かってこう言います。武器を捨てなければ発砲する。これにとうとう観念した通り魔は武器を捨てるんです。こうして休日の交差点で惨劇を起こした加藤は現行犯逮捕されたんです。まあね、結果的に無事捕まったのはいいんですけど、まあね、加藤による被害者はね、かなりの数になったんですよね。最終的に突っ込んだトラックにひかれ3人が死亡、2人が負傷、そしてナイフで切りつけられた人たちが4人死亡、8人が負傷、合計して7名もの尊い命が奪われてしまったんです。通り魔事件としては最悪の部類の被害者数になってしまいました。そしてこの悪夢のような惨劇、実に5分から10分ほどの出来事だったんです。逮捕後に行われた精神鑑定により責任能力ありと診断された加藤。2015年には死刑判決を言い渡されます。そして獄中の加藤は一切の面会を拒否、メディアへの取材にも応じていないんです。しかし2012年以降は事件に関する書籍を出版しています。そこには彼がいかにしてこの惨劇を起こす人間になるに至ったかが綴られているんです。ということでね、本当に最悪な結果になっちゃったんですけど、まあね、このカットをね、ずうずうしくもね、獄中でね、本書いてそれ出版してるんですよね。でもなんかちょっと理解がやっぱ及ばないから気になりはするわよね、その内容がどういう思考を経てたのかみたいなところ。その本の中にね、なんで加藤がこんなね事件を起こしてしまったのかっていうものにつながる数々のことが書かれているんです。通り魔になるまで最悪の通り魔事件を起こし逮捕された加藤。彼が獄中で書いた手記でこんな事件を起こすようになった原因となる人物の名前を挙げていたんです。それはなんと彼の母親だったんです。いや、こういうパターンマジ大量殺人鬼多いんですよね。そしてそこには加藤が母から受けた仕打ちやそれに対する恨み節が書き連ねられていたんです。何、母親のせいってこと？結構加藤の一方的な意見とも捉えられなくもないので、あくまで加藤が書いたって視点で聞いていただければなと思うんですけどね。加藤智弘は1982年青森県に生まれました。育てられる中で加藤に最も影響を与えたのはその母。加藤の母は息子に対し無関心どころか超スパルタ、かなり教育熱心な育てられ方をしたんです。しかし加藤が語るにはそのスパルタぶりは常軌を逸していたそうなんです。加藤は友達と遊ぶことが禁止されていました。さらに同級生たちが楽しんでいたテレビや漫画もほとんど禁止、勉強のためにほとんどの娯楽に負担されていたんです。皆さんのご家庭はどうでしょうか。他にも問題を間違えればこれらの仕打ちに耐えきれず泣き出しそうになるとタオルとガムテープで口を屋根裏に閉じ込められたんです。こんな風に加藤の母は彼から徹底的に自由を奪い教育しようとしたんです。
いやこんなの私だったら耐えらんないわよこれ。まあ間違った教育方法でもありますよね。同行したスパルタで優秀になるように育てられた加藤だったんですが、決して母の思い通りの学力にはならなかったんです。むしろ高校生になると成績はどんどん落ちていきます。俺みたいやな。するとここからさらに彼の母のスパルタは加速とはなりません。なんと彼の母は自由を奪ってまで教育しようとした息子ができないと分かると彼を見放したんです。ちょっと自分勝手すぎるわよこれは。まあこれがね本当だとしてはちょっと愛が足りないですよね。見放されたのが幸か不幸か、加藤はここから地元青森を離れた学校に進学、そしてそのまま就職し、ここから自分の人生を生きるかのような兆しが見えてきたんです。母との関係にも変化が現れる出来事が起こるんです。ある日職場の人間関係に悩んだ加藤は周囲に自殺をほのめかしました。その連絡を受け取ったのは友人と、そして加藤の母。これを気にかけた母は実家に戻るように加藤へ連絡、そしてそこで加藤に謝罪をしたんです。それは自分の教育が間違っていたということ。これで親子のわだかまりも消えるかに思えたんです。しかし同行したスパルタにより歪められた加藤の人格は真っ当に戻ることはなかったんです。母の教育により歪められ出来上がった極端な人格。そしてここから加藤はネット掲示板へのめり込み、あの惨劇へと繋がっていくんです。抑え込まれた彼の心は交差点を赤く染める以外に解放する術はなかったのでしょうか。現在加藤は自由を奪われた監獄で刑の執行を待つ日々を送っています。